こんにちは、ジパング55のタカです。今私は京都にある二条城に来ております。今回は雑誌フォーブスで5スターを受賞した三井京都ホテルをご紹介します。三井総領家の邸宅跡地に立ち、三井を代表するホテルをたっぷりご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。三井京都ホテルは二条城近くにあり、京都駅から車で15分ほどの場所にあります。三井家ゆかりの地に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅。その跡地に選び抜かれた天然の素材と卓越した工芸技術で日本の茶室をイメージした全160室の客室が用意されています。後ほど館内のアートツアーに参加する予定なので、詳しくはそちらでご紹介したいと思います。フロントには現代アーティストによるアート作品が置いてありました。奥にはラウンジがあり、ここで庭園を見ながらチェックインを待ちます。中庭もとても美しいですね。約1300平方メートルの中庭は、庭園デザイナー、宮城俊作氏によって造営されました。かつてあった三井総領家の庭園をもとに造営されているそうです。チェックインを待つ間、お茶と砂糖菓子をいただきました。15時頃訪れたのですが、結構混雑していましたね。チェックイン手続きは部屋で行うので、案内までお茶を飲みながら待ちます。お茶はさっぱりしていて、飲みやすかったですね。私はマリオットのプラチナ会員だったので、お部屋をデラックスルームからデラックススイートにアップグレードしていただきました。それでは部屋に向かいたいと思います。今回は4階のお部屋で、エレベーターで向かいます。三井京都ホテルは二条城近くにあるため、建物の高さが15メートルまでに制限されています。そのため4階までしか建てられなかったのですが、配線を束にせず横に並べるなど、できるだけ天井の高さを確保する工夫がされています。廊下も落ち着きがあり、モダンな色合いです。チェックイン手続きは先ほど終えていただいたので、お部屋の紹介をしたいと思います。玄関はかなり広々しており、2名の靴を置くだけだと寂しさを感じるほどでした。玄関の隣にはミニバーがありました。綺麗な苔玉もあり、自然な緑が目に入ってくるのは落ち着きますね。机の上には湯飲み、鉄瓶、コーヒーマシーンがあります。引き出しの中には綺麗なグラスやマグカップがありました。ワインやウイスキーなどもありますが、こちらは有料ですね。紅茶は TWG があり、こちらは無料で飲めました。一緒にあるお菓子は有料みたいですね。冷蔵庫にもドリンクがありましたが、こちらも有料です。買ってきたものは少しなら冷やせそうな大きさでした。ケトルもありました。リビングルームには大きなソファーと机があります。こちらもかなり広々していますね。机にはウェルカムスイーツが置いてありました。3種類あり、どれも美味しそうです。ソファーの正面にはテレビと作業デスクがありました。テレビは65インチで、かなり大きいですね。机はくるみの木製で、本物を使用しているそうです。ポストカードも4種類ほど用意されていました。天井の間に格子のデザインを入れることで、天井の低さを感じさせないようにしているそうです。リビングルームの隣はベッドルームで、キングベッドが置かれていました。ベッドはシモンズ社製で、ホテルオリジナルマットレスが使用されているそうです。ベッドルームにもテレビがあり、ゆっくり過ごせるのが嬉しいですね。ベッド脇には電話とメモ帳があり、部屋のライト操作も可能でした。もう一つのベッド脇には、BOSE社製の Bluetooth スピーカーもありました。クローゼットも広々しており、ハンガー数も多かったです。バスルームには大理石の洗面台が2つありました。朝の準備などもしやすくて便利ですね。ハンドソープやボディーソープなどが置いてあります。ハンドタオルもかなりふわふわそうですね。アメニティは歯ブラシやカミソリ、ヘアブラシなど基本的なものが置いてありました。
歯磨き粉は紙に入っているタイプでした。海外ではプラスチック製品削減の観点から増えているそうですが、私は慣れていないので少し使いにくかったですね。洗面台の下にはバスタオルがありました。引き出しにはクリーニング用の袋とドライヤーがありました。ドライヤーはパナソニック製です。メイクミラーなんかもついていますね。トイレも綺麗で広々していました。バスローブもあり、お風呂上がりゆっくりできそうです。こちらがお風呂場です。バスタブからテレビも見れるようになっているのは嬉しいですね。シャワーはレインと手持ちの2種類がありました。バスタブは奥行きだけでなく横幅も広いのでゆっくり浸かれそうです。バスソルトも用意されていました。今回はこちらのお部屋に一泊します。部屋タイプはいろいろあり、2畳以上を見ることができる部屋もありました。スイートじゃない部屋でも50平方メートルあるので十分広いですね。ピローサービスでは複数の枕から自分好みの枕を選べるそうです。アクティビティは無料と有料のものが複数用意されていました。朝のヨガや館内アートツアー、お茶体験、街中ウォーキングツアーなどがあります。無料のものは当日空きがあれば予約できますが、有料のものは事前予約が必要なものもあるので確認してみてください。注意してほしいのは部屋に化粧水や乳液がなかったことです。後ほどご紹介する地下のスパにはあったのですが、部屋にはなかったのでそこが少し残念でしたね。またラウンジもないので食事やお酒が飲めない点は注意が必要です。それでは無料の館内アートツアーに参加して館内を散策したいと思います。アートツアーではスタッフの方が建物やアーティストの作品について説明してくれます。エントランスには300年以上の歴史を持つ梶井宮門を修復した門が構えられ、登録有形文化財にも指定されています。この土地は戦後 GHQ の財閥解体により没収され、その後何社か経由して三井が土地を買い戻したそうです。門は別の場所にありましたが、当時の三井総領家の邸宅の位置関係を忠実に再現するため一度解体し、この場所で組み立て直したそうです。時の記憶を踏襲しながら新たに現代によみがえらせる継承と新生をテーマとしているそうです。ホテル全体が茶室をイメージしているため、エントランスでも茶室の前にあるものが再現されています。この刀掛石は武士が茶室に入る際に刀を置く岩を再現しています。ここまで大きい岩は珍しいそうです。この石畳は実際の石を加工せずに形が合うものを合わせて作成したそうです。そのためここだけでも作るのに3ヶ月ほどかかったそうです。橋の石も切断せずに形が合う石を探してきたというのだから驚きですよね。ホテルのロゴにある線も漢数字の1になっており、一番のホテルを表現しているそうです。1679年は三井が大阪と江戸に呉服屋を開いた記念すべき年らしく、その年に使われていたフォントをヨーロッパからわざわざ取り寄せたそうです。風をイメージしたアートや着物を表現した竹アートもあり、至る所で芸術作品を見ることができます。ロビー近くにはライブラリーがあり、置いてある本を自由に読めるようになっていました。京都や三井家関連の書籍が置いてあります。三井京都ホテルはフォーブストラベルガイドで3年連続5つ星を獲得しています。世界に認められた一流ホテルですね。壁には布を折り紙のように折りたたみ、墨につけて表現したアートが飾られています。色の付け方が再現できないので唯一無二の作品だそうです。昔は魔除けのために門の中にお札を入れておく習慣があったそうです。これは200年以上前にお札を納め、三井家に譲られた1930年に箱だけ変えられたそうです。一部欠けているのは完璧な人間などおらず、みんなで保管し合っていってほしいという願いと、完璧だとそれ以上反映しないので
どこまでも繁栄してほしいという願いを込めて、わざと一部をかけさせているそうです。庭園は現代のお庭と過去のお庭を再現しており、時間の流れを感じる作りになっています。季節に応じた花々も咲き誇るみたいですね。かつての三井総領家邸宅にあった書院造りの建物を一部再現した四季の間もあります。食事や朝のヨガなどにも使われているそうです。朝食会場のレストランまで続く廊下もアシンメトリーの柱を置くことで天井の低さを感じさせないようにしているそうです。十二単を表現したアート作品も展示されていました。家具などはアンドレ風という香港の方が担当されており、ところどころオリエンタルな雰囲気が入っているそうです。消火栓も出っ張っているのが美しくないということで、壁の中に埋め込んでいます。こちらはお庭から空を見た時をイメージした作品だそうです。とても綺麗ですね。アートツアーは勉強になることが多く、参加してよかったです。毎日無料で開催しているので、気になる方はチェックイン時に予約してみてください。それでは地下にあるスパに行ってみたいと思います。スパは訪れる前に部屋から連絡し、訪れても問題ないか確認します。バスローブで向かっても問題ありません。敷地内の地下約1000メートルから湧き上がる天然温泉水を活用したサーマルスプリングでは、水着を着用して入ることができる男女共用の天然温泉プールです。音や光などを五感で楽しんでもらえるように、スパまでの道が整備されています。水を見ているだけでも気持ちがいいですね。スパに向かう途中にはジムもあり、基本的な器具は用意されていました。消臭スプレー、お水やタオルなども用意がありました。スパに入る前に、受付でタオルと無料の水着を借りることができます。そばには売店があり、ホテルのグッズやお菓子などが置いてありました。それではスパの中に入りたいと思います。更衣室で水着に着替え、シャワーを浴びたら入ることができます。スパは広々しており、人数制限もしているので、混み合っている感覚はありませんでした。周りには寝そべれる場所がいくつか用意されていました。ジャグジーも2カ所あり、ゆっくりできそうです。お水とバスタオルもあり、自由に使うことができます。京都では硬い岩盤があるため、温泉を掘り出すのが大変ですが、ホテルの工事期間中の長い時間をかけて温泉を掘り出したそうです。泉質はナトリウム、塩化カルシウム温泉で、切り傷、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症などに効果があるそうです。15分に一度、水が落ちてくるように設定されており、時計代わりになっているそうです。そういった配慮も嬉しいですよね。ミストサウナのような部屋もありました。人数は3人程度でいっぱいになる広さだったので、少人数での利用を想定しているみたいです。更衣室にもお水や替えのバスタオル、バスローブがありました。洗面台も複数あったので、混まずにゆっくり準備できそうでした。他にもプライベート温泉もあるようです。60分24,500円とかなり高額ですが、気になる方は試してみてください。17時以降は13歳以下は利用できないので、静かに過ごしたい方は夜利用するのもいいかもしれませんね。夜のロビーは先ほどと変わって雰囲気が違います。時間帯によっても表情を変えるロビーだったので素敵ですね。部屋に戻るとターンダウンサービスが行われていました。私が部屋で食べようと思って買っておいたお菓子やビニール袋まできれいに整えられていました。少し恥ずかしかったですね。今まで体験したターンダウンサービスの中で一番整えてくれていました。アロマのルームスプレーも置いてあり、自由に使えるようになっています。ベッドの上にパジャマも置いてありました。このパジャマは売店で購入することもできます。一緒に部屋で食べれる朝食のルームサービスのメニューもありました。マリオットボンボイのプラチナ以上であれば朝食が無料でつきますが、
ルームサービスの朝食は別途料金が発生するみたいです。それでは今日はもう休みたいと思います。おはようございます。早速朝食を食べに行きたいと思います。朝食はレストラン、フォルニでいただきます。夜はイタリア料理を提供しているみたいですね。席は窓際の席にしていただきました。朝日の差し込む綺麗な庭園を見ることができます。朝食は3種類から選ぶことができました。和食もしくは洋食の午前とビュッフェがつくものと、ビュッフェのみのものです。無料朝食はどれでも選べるということだったので、和朝食を選びました。ビュッフェだけでも十分なくらい豊富なメニューが用意されています。サラダ、ハム、サーモン、チーズがあります。かぼちゃのロースト、キャロットラベ、赤キャベツのマリネ、木綿豆腐とアボカドのサラダ、京野菜のマリネ、野菜のクスクスなどがあります。かぼちゃのスープ、鶏肉のクリームにインゲン豆の煮込み、ウインナー、グラタン、ベーコン、蒸し野菜、ポテトなんかもありました。パンもフランスパンから菓子パンまで幅広くあります。クロワッサンも大きくて美味しそうですね。パンは温められ、ジャムやバターなどもありました。フルーツはオレンジ、キウイ、メロン、ドラゴンフルーツなどがありますね。他にもスムージーやチアシード、ヨーグルト、ほうじ茶のジュレやメロンのショートケーキ、抹茶のロールケーキなどがありました。コーンフレークも数種類あり、自分好みにトッピングできますね。ジュースもオレンジやグレープ、アップルなどいろいろありました。ビュッフェだけでも種類がかなり豊富で、これだけでお腹がいっぱいになってしまいそうですね。もちろん味はどれも美味しく、たくさん食べれてしまいそうでした。こちらが和食膳です。一緒に説明書きもありました。ご飯とお味噌汁、お魚に漬物などは食が一通り揃っていました。午前もしっかり量が出るので、昼食を抜いても問題ないくらいの量でした。味は全体的にあっさりしており、朝からもたれないようになっています。ご飯やお味噌汁はおかわりができるみたいですね。最後のデザートに行く頃には、かなりお腹いっぱいでした。朝食をゆっくり食べて、朝の時間をゆったり過ごしてもいいかもしれませんね。それでは部屋で休憩した後に、お茶の体験を予約したので、向かいたいと思います。お茶体験では1人に1500円で、テーブル席の茶室でお抹茶を体験することができます。まずはお抹茶を入れていただく器を選びます。三井京都オリジナルや京都名産の器などから選ぶことができました。簡単にお茶の説明を受けた後に、お茶を入れていただくところを見せていただきます。少し早回しで見てみたいと思います。一つ一つの作法に意味があり、教えていただきながら見学させていただきました。立てたお茶は簡単な作法を教えてもらいながら飲みます。そんな厳しくなかったので簡易的に行い、お抹茶をいただきました。一緒にお茶菓子もいただきました。中は柑橘系のさっぱりした感じで食べやすかったですね。見た目ほどしつこそうな味はしませんでした。お抹茶やお菓子は美味しくいただくことができました。少し残念だったのは、お茶の話はあまり聞けず、終始雑談してしまいました。せっかくなのでお茶の話をもう少ししてもよかったかもしれません。以前訪れた島根の貝玉作りで体験したお茶を想像していたので、それよりは簡易的でしたね。お茶を入れていただいたのがホテルのスタッフの方だったので、そんなに深い話などは難しいかもしれません。それでは残りのお茶をいただきたいと思います。それでは今回の三井京都ホテルいかがだったでしょうか。細かい部分にこだわり、まさしく三井を代表するホテルでした。
様々なこだわりから、ラグジュアリーとは何か考えさせられるホテルでもありました。皆さんも京都を訪れた際は、宿泊を検討してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。